なんだ？そんなに奥さんに会いたいかね？已经出事了吗？なんでもっと早く気づかなかったんだ。君はベガリット大陸に行けば後悔する。確かにパウロは死んだ。だがそれは後悔で苏はなく菲这个人悲しみだ。有点后悔。ベガリット大陸に行って帰ってくる。その間君は自分の奥さんを一人にするのかい？シルフィー。シルフィー。シルフィー、アイシャ、ノル。誰かいないのか？去别的地方住了。像没人住过似的。但是诺伦是住宿舍应该。まさかそんな。艾夏。お兄ちゃん？アイシャ、お前は無事なんだな。無事って何が？お兄ちゃんってどうしたの？ノルは、シルフィは。ノルネは多分学校だと思うけど、シル那还没フィ事儿ネは苏菲。ルディ、どうしたの？シルフィ、大丈夫？何もなかった？うん、みんなよくしてくれたし、アイシャちゃんも頑張ってくれたから。大家都很可靠。天呐，苏菲！リニアやザノバ、クリフたちは無事か？無事って何もないの？难道是遗憾还没发生，未来才会发生？うん、特には。そっか。ルディ、お兄ちゃん？よかった。ルディ、おかえりなさい。ただいま。哦天呐！長旅お疲れ様です。ああ、ただいま、ノル。全員揃ったので話をしよう。兄さん、お父さんは？啊，父さんは、パウロ・グレーラットは死亡した。哦，これが遺品だ。そしてこれが。是他的骨灰。他一直觉得鲁迪是最强的战力。哦，跟保罗如出一辙。これから詳しく説明するから。以上がこれまでの顛末だ。じゃあ、お父さんは助からず、お母さんは結果
力を尽くしたつもりだ。なら兄さんが頑張ってもダメだったんだ。誰が言ったの。どうしてもダメで、お母さん死んじゃう。天呐，这哭声听得我。兄さん、その剣、私が持っていてもいいですか。ああ、そうだな。ノルンが持ってろ。でもむやみに使おうとするなよ。剣を持つということは、心の中にも一本の剣を持っておく必要があるんだ。大切なものを守るには心構えが必要ってことだ。その剣を持っているからといって自分が強くなったと勘違いしちゃいけないからな。わかりました。母さん。他还是潜意识是有一些记忆或感觉的吧，对于熟悉的东西事物。治らないの。わからない。母さんにはこの家で一緒に暮らしてもらおうと思う。身の回りの世話なんかについてはリーリャさんに一任するつもりだ。けどみんなには細かいところで迷惑をかけると思う。わかった。僕も頑張るよ。ということはお母様もここで暮らすんですか。はい、ルーデウス様のお世話になるつもりです。仕事の分担とかはするんでしょうか。それは後で話しましょう。はい。ねえ、アイシャ、私たちに遠慮することないよ。他们也是很久没见了。ただいま、アイシャ。さて、じゃあ俺らは宿でも探すとすっか。今夜くらいうちに泊まっていただいても。先輩、バカ言ってんじゃねえよ。家族水入らずを邪魔するほど俺らは野暮じゃねえんだよ。皆さん、長い間父さんを手伝っていただきありがとうございました。私たちこそあまり役立てず申し訳ありません。まだ町にはいるので、団長のお墓ができたら場所だけでも教えてください。ベラさん、シェラさん。そんな新規臭い顔すんなよ先輩。お主に礼を言われる筋合いはない。言われるならパウロからじゃな。キースさん、タルハンドさん。おいおい、らしくねえぜ。いつも通りおいシーリーとでも言ってくれよ。なんでそこまで新入りにこだわるんですか。ジンクスだよ。まったく男どもはすぐにカッコつけたがりますわ。さて、私はクリフのところに行きますわ。エリナ・リーゼさんもお世話になりました。パウロのことすみませんでしたわ。いえ、あれは俺の。あのパーティーの私の役割はああならないように立ち回ることでしたのよ。パウロが死んだのは私のミスでもありますわ。俺は責めませんよ、誰もね。なら自分も責めたらダメですわよ。はい。シルフィー、ルーデウスはあなたのことを愛していますわ。
不想跟你再会，在这演。シルフィー、大事な話がある。聞くよ。俺はここにいるロキシーを二人目の妻として迎えようと思っている。どういうこと？父さんが死んで悲しくて辛くて、もう生きることさえどうでもよくなって、そんな時に助けてくれたのがロキシーなんだ。ごめんシルフィー、ミサオを立てるって言ったのに約束守れなかった。お兄ちゃん。シルフィー、許してほしい。許せるわけないでしょ。シルフィー姉さん哦，が诺伦どんな気持是米莉ちで兄さん丝を待っていたか教徒，而且知って言ってるんですか？毎日ルディは大丈夫かな、ルディに会いたいね、ルディも今頃ご飯食べてるかなって寂しそうにしてたシルフィー姉さんの顔と声を知ってて言ってるんですか？父さんを助けられなかったのはしょうがないって思いました。左手も失ってそれぐらい気に诺した伦真的很んだからしょ懂事。うがないって。兄さんを責めることなんてできないって。それなのに女の人を抱いて自分のものにする余裕はあったってことですか？違う、そんな余裕はなかった。ロキシーはそんな俺を、自分の気持ちを捨てて助けてくれたんだ。シルフィー姉さんだってその場にいれば兄さんを助けたに決まってます。お前だってわかるだろ。部屋に閉じこもって自分じゃどうしようもないと思った時の気持ちは、そこで助けてくれた人をどうしてないがしろにできるんだ。わかるけど、兄さんには感謝してますけど、それとこれとは関係ありません。二人も妻をめとるなんてミリス様はお許しになりません。それになんでこんな小さい子なんですか？他私とそん其な変わらないぐらいじゃないですか。40。小さいかもしれませんが、哦でも成人です。成人ならずうずうしいとか思わないんですか？ずかずかと入り込んできて悪いと思わないですか？ノル、言い過ぎだ。ロキシーを妻に迎えるって言い出したのは俺なんだ。悪いのは俺で、ロキシーは悪くない。彼女は身を引こうとしてく但れたんだ。是我觉得总有人要说出这些话的，素妃是不可能说这些的。大体身を引こうとしたのなら、なんで最後までそうしようとしないんですか？結局兄さんの言葉に甘えただけでしょ。そうですね。ずうずうしいです。申し訳ありませんでした。反対されることは分かっていた。だがロキシーに嫌な思いをさせたままここを去られるわけにはいかない。彼女を幸せにするって決めたのに、どうすればいい？どうすれば？待って。我就知道素妃。可是我真的很心疼。待ってください。なんで引き止めるんですか、シルフィーネ。行かせればいいじゃないですか。ごめんね、ノルンちゃん。僕のために。でも大丈夫だから。ありがとう。ちょっと混乱してたけど、ロキシーさんはルディを助けてくれたんだよね。はい。でも下心もありましたので、言い訳に使うつもりはありません。他从来都没有正当化他的下心行なしでって为。言われても逆に信じられないよ。僕がロキシーさんの立場でもやっぱり同じことをしちゃうと思う。正直ね、僕は時間の問題だと思ってたんだ。ルディが別の女の人を連れてくるの。他很明白陆地的。ほら、ルディってエッチでしょ。僕とできないときっと誰かとしちゃうだろうなって思ってたんだ。それにルディを見る顔ですぐに分かったよ。
そっか、僕もあんな顔だったのかな。すみません、不快なものを見せてしまって。不快じゃなかったよ。なんて言えばいいかな。あのね、ロキシーさんのことはルディからいつも聞いてたんだ。なんと俺の尊敬する魔術師はあの人だけだって。それはなんというか恐縮です。だからちょっと嫉妬してるところもあったんだ。本当にすごい人なんだろうなって。でも実際に見てルディが好きなだけの普通の女の子なんだって思ったら、嫉妬なんて消えちゃったんだ。だって僕と一緒だもん。ノルンちゃんはああ言ったけど、僕は歓迎します。一緒にルディを支えていこう。ありがとうございます。なんか納得いかないんですけど。ノルン、稽古なんだからそんな乱暴に。兄さんが悪いんでしょ。ノルンちゃん、ルディはミリス教徒じゃないんだから許してあげて。でもパウロさんだって奥さんが2人いたんだよ。確かにそうですけど、ノルンちゃん、リーリャさんにもそう言うの？ごめん、アイシャ。哦，他真的变了很多呢。よく考えずに物言ってるの知ってるから。何その言い方。ノルン姉が怒った。待ちなさい。人が謝ってるのに。それにしてもまさかノルンが剣術を習いたいなんてね。でも気持ちはちょっとわかるかな。继承大保切な人罗。が遠くで戦っているのに自分は待っているだけなんて辛いからさ。シルフィー、予定日はいつなんですか？あと1ヶ月ちょっとかな。でもロキシー、本当にいいの？結婚するのそれまで待つ必要なんてないよ。我妈呀，他不会是生产会有什么差错吧？出産まで待たせてください。正式な妻になるのはその後で。そっか、ロキシーがそう言うなら。分かった。赤ちゃん楽しみですね。早く会いたいな。啊，生まれました。已经生了。シルフィー、お疲れ様。おめでとうございます、シルフィエット様。よかった。然后想到了詹妮斯他们最开始抱着鲁迪的时候。ルディも抱いてあげて。要当爸爸了，第一次。旦那様。ルディの子だよ。俺のこの子がシルフィーが産んでくれた俺の子供。耳朵。我都没能看到自己当爷爷。パウロ、父さん、久しぶり。俺、父親になったよ。女の子だ。シルフィーの子供だし、きっと美人になるよ。父さんにも見せたかったな。父さんは死んじゃったけど、子供は生まれたよ。あの時俺を生かしてくれたから、俺は今子供を抱くことができるんだ。
父さんがいなかったら俺は名前はルーシーに決めた。ルーシー・グレイラット。俺とシルフィーの頭文字を取ったんだ。それからロキシー師匠の妻にしたんだ。妻が2人。父さんと一緒だな。こういう時の心構えとか教えてほしかったよ。父さんはギレーヌとかエリナリーゼと結婚しようって考えたりしたのかな。でも父さんだからな、あんまり考えてなさそう。俺もあんまり難しく考えない方がいいのかな。父さん、俺ダメな息子だったよ。前世の記憶とか持っててさ、ちゃんと息子として父さんと向き合えていなかった。けど今はもうパウロ・グレイラットの息子のつもりだから。俺ようやく分かったよ。自分がまだまだ子供だったって。前世の記憶で大人ぶってただけのガキだって。子供も生まれて親にもなったし、すぐに大人にならなくちゃとは思うけど、きっともっとたくさん失敗していっぱい悩みながら少しずつゆっくり変わっていかなきゃ大人にはなれないんだろうな。父さんもそうだったんだろう。俺頑張るよ。父さんがそうしてくれたみたいに、父さんが残してくれたものを守るよ。じゃあまた来る。今度はみんなを連れて。保护自己的家人。这也太犯规了。大きな失敗を繰り返してしまった。けれど終わりじゃない。俺はまだまだこの世界で生きていく。いつ死んでも後悔しないように、本気で。新たに生まれた大切なものを守るため。俺は不可能に。这什么预告吗？無色転生異世界第三季，这你这么快？第3期制作決定。不知道什么时候播出。我真的很喜欢最后结尾的这个处理吧。在生前说了多少次，我不是个合格的父亲，我是个没用的父亲。鲁迪也在这个时候回应了，说自己不是个合格的儿子。但他现在终于也把自己当做了保罗的儿子来看。但是在过了这2季之后，我真的很高兴看到鲁迪，他终于就是正面了很多自己的挫折，重拾了很多的信心。虽然他未来可能确实还是会遇到很多困难吧，毕竟这个家庭现在也面临着非常多的挑战。但是鲁迪他真的从保罗身上汲取到了非常多的力量。鲁迪跟 Loxy 他们都也是非常坦诚的面对了自己的缺陷吧。鲁迪也说自己跟保罗没有什么两样了，他们有过对自己妻子的不忠贞，但是他们也有去奋尽全力去拯救他们自己的家人。我觉得鲁迪也会像保罗一样，未来的路上继续就是秉承着保罗这种意志，为了救妻子，为了救自己的女儿，还有这一群家人而奋不顾身，就是把自己的生命放到这个位列最低。而且这一回他并没有再消沉，把自己关在屋子，而正面的去接受面对了自己的错误。他也准备好去接受他人的这个责难。包括 Loxy 也是，他们并没有为自己这些行为去做任何正当化的解释或者借口。前面看到就是诺伦面对自己父亲离世的时候，他的那个反应，包括他的哭声，真的都太有感染力了。诺
诺伦真的成长了太多太多了，能明显的感觉到他真的有就是遵守跟自己哥哥的这个诺言，让哥哥放心的去前方战斗，然后呢去好好的帮助照顾西武妃，跟西武妃的关系也变好了很多。他最开始还说跟西武妃不熟，现在也非常切身处地的为西武妃着想。当然他也本身就是米利斯教徒嘛，本身我还以为他会责怪鲁迪之类的在保罗这件事情上，但是诺伦他真的就像最开始他自己解开自己的心结一样，他很会自己去消化自己的情绪。他知道鲁迪有多么超强的战斗力，既然鲁迪都拼尽全力没有救到保罗，没有阻止这个悲剧的发生的话，那确实换谁可能也没有办法了。真的看得好欣慰啊！小小的诺伦这样抱起保罗的那把剑，我真的特别的心疼他吧。而且他也像保罗一样准备当一个剑士，要开始训练他的这个剑术，真的是非常的坚强，接受了这个重创，同时又有了未来这个新的希望，没有止步在此，而是继续有着向前的动力。同时他还去照顾了艾夏的情绪，就艾夏说你不用顾及我们，让他跟莉莉娅去拥抱之类的。而且这集有很多诺伦的那种小神态都真的很可爱，他说那些话基本上是没什么错的，虽然他并不知道 Loxy 这边的这个情况，还有当时鲁迪消沉的这个程度，迪真的是又有再次想寻死的这么一个小念头吧。上一集也是那种消瘦的脸庞，应该看上去可能不吃不喝也好几天了。这一集看到鲁迪回到家跟大家说这些事情的时候，已经很大程度的走出了保罗当时带给他的这个重创吧，真的能看出 Loxy 对他非常大的一个帮助，他现在这个精神状况也好了非常多。如果不是 Loxy， 他真的没法这么快的就是恢复过来吧。而且如果他不这么快恢复过来，他又如何继续面对他们这么大一家子？他还需要继续成为一个顶梁柱吗？诺伦也说，如果西武妃在场的话，他也能这么做到。然后这一点也确实没错，而且我觉得也正是因为这一点，西武妃他知道帮助过鲁迪走出这个重创是一件多么重要的事情，因为他曾经就是这样帮助过鲁迪的，所以他更能明白 Loxy 的这个帮忙对鲁迪是有多么大的意义吧。我跟 Loxy 说的那些话也真的是挺伤人的。Loxy 感觉他一直都是因为自己这个身材矮小什么的，就是很自卑吧。那鲁迪说的也没错， Loxy 他其实也是扼杀了自己的心情的，因为他确实也有想把自己当做这件事情的恶人，当做就是像诺伦口中的介入别人婚姻的这个厚脸皮的人。他也决定在做完这些事情帮助到鲁迪之后自己退出。看到 Loxy 最后就是转身的那几抹眼泪，我真的就绷不住。这个时候鲁迪其实可能真的会让 Loxy， 虽然会试图不让他留下那么不好的回忆，但是可能真的就是让 Loxy 得就是离开了。不过这个时候西武妃发话了嘛，如果西武妃没发话，我觉得鲁迪可能就是要这样接受责备，然后呢就无法娶 Loxy。西武妃跟 Loxy 说的那些话真的就像个天使一样，当然也让我觉得好卑微啊。西武妃本身就是因为从小一直跟鲁迪在一块儿嘛，就像她当时跟那公主和陆克表演的好色的鲁迪是什么样子一样，她是非常清楚鲁迪的这个做事风格的。我觉得就像 Zenith 她也是非常了解保罗的这个性格的，但是我实在是无法感同身受如何活在这样的一个家庭里面吧，就是心甘情愿，就是随时准备着丈夫可能跟其他人就是出轨，随时可能都有另外一个新的妻子进来。我天呐， Zenith 她就是捧起保罗的那副手套的时候，就突然让我想到，就那手套也特别像一个义肢吧，就是那种重新装上去的手。他的这个左手应该也可以通过这种比如说手套或者说是义肢这样的方式去补足一下。然后我就又想到扎诺巴他们那块儿的那个人偶，真的有点让我幻视，就是那个人偶的手。我觉得鲁迪他的左手肯定应该也不会一直就这样放任不管吧，连自己的孩子抱起来的时候也得是莉莉娅帮他抱一下，因为他左手就是不太好抱。还有西武妃生产那天晚上也是一个冬天，这个时候的诺伦也已经跟 Loxy 关系已经变得很好了。 Lucy 也是非常的可爱，她那小耳朵也像西武妃一样。我本身还怕就是西武妃生产的时候会出现什么意外呢，毕竟我觉得人神他的那句话
毕竟人参那些建议不可能都是大空话吧。现在就是非常的担心，就是他也说，他说的就是希鲁菲一个人在家里面对这些事情，包括怀孕啊什么的。就人参这么提示，可能是说就是希鲁菲她在这个独自怀孕的这个期间，虽然有很多家人朋友的这个帮忙，但是她可能还是因此受影响了，就是自己独自怀孕的时候，可能甚至她还没有意识到。最好连接的一个就是可能希鲁菲她的身体有一些问题，现在还没有显露出来，但是可能迟早的事儿。不禁想到最开始的时候，人参也说让鲁迪不要去救他的母亲，然后还说了一个什么去跟发情的猫猫狗狗去上床什么的，当时鲁迪也是就是言辞拒绝。但是我现在又在想，如果当时鲁迪就是跟他们上床了，可能会发生什么样不同的世界线呢？那可能就遇不到 Loxy， 可能也救不了 Loxy 了。最后的这个结尾真的做得太犯规了，包括这个异地的插入，歌词也是我会永远追着你的背影，我会在你的身旁这句出现的时候，正好对应的是保罗他像化作了一阵风一样推了鲁迪向前一步，就像一直在鼓励着鲁迪向前看，去继续过他的这个生活。他会像化作这股风一般，一直陪伴在他身边。我真的会非常想念保罗的。最后也是展示到了一些瑞杰路德和爱丽丝，真的很希望下一季能有他们俩的再现吧。而爱丽丝她也是爱着鲁迪的，之后她再跟鲁迪重逢的话，那鲁迪已经是有2位妻子的人了，爱着鲁迪的。虽然鲁迪他觉得是爱丽丝抛下了他，但是也没有想到他这么久都是就再也没出现。真的过基列奴也是，基列奴其实应该算是我无职看到的第一个比较喜欢的角色，然后结果他就再也没出现了。上一季还没有那么强烈的感受，但是到了这一季，尤其到了结尾，我发现就是跟鲁迪有染的这些女生里面，我还是最喜欢爱丽丝。发现我也很想她，脑海里真的就是会立马浮现上一季龙神就是暴打鲁迪他们的时候，爱丽丝冲上去的那一个箭步，已经迫不及待看到我们剑士爱丽丝的回归了。看到现在，我觉得我最喜欢的部分也是第一季，应该是中下吧，其实就是 Dead End 小队他们整个这整段剧情。当然不只是剧情了，在动画制作上面，包括它的一些分镜和演出，我觉得也是我看的比较喜欢的部分。现在在我心里好感度直升的还有诺伦，我真的好喜欢他，我还是非常喜欢这部剧的，虽然还是有一些比较下头的部分。我觉得他在人物塑造刻画上面真的是非常非常出彩，感谢大家这一次比较长久的陪伴吧。毕竟我最开始真的没有想到会有人愿意看，然后呢就是更的也比较慢。那这期视频要结束了，我们下一季再见吧，拜拜。